キャプチャーボードを買い漁って25台以上。どうもシパです。今回は25台以上使って分かったキャプチャーボードの中で OBS の遅延が少ないおすすめ最強製品参戦という内容で解説していきます。これからキャプチャーボードを購入したかったり、すでにキャプチャーボードを使用してゲーム実況をやっている人もいると思いますが、遅延のない映像を映し出せるパススルー出力するゲーム用モニターを設置する場所や購入するお金がなかったり、スマホゲームをプレイしたかったり、OBS で再生している BGM を聞きながら、Discord といった通話ソフトでボイスチャットしながらプレイしたい人もいると思います。その場合は OBS に映った映像を見ながら、もしくは OBS から聞こえるゲーム音声を聞きながらプレイする必要があるんですが、 OBS に映る映像と音声はどうしても遅延が発生するようになっているんですよね。そのため使用するキャプチャーボードによってはゲームプレイに影響が出てしまうほどの遅延が出てしまうので、それで悩んでいる人も多いかと思いますし、これから購入する人は注意する必要があります。ちなみに自分は25台以上のキャプチャーボードを実際に使用した経験があり、 OBS の遅延が少ない優秀な製品を数多く知っているので、今回はその中でも OBS に映る映像と音声の遅延が少ないおすすめ製品を3つ厳選して紹介していこうと思います。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またコメント欄でも質問を受け付けているので、それぞれ活用しながらチェックしてみてください。OBS の遅延が少ないおすすめキャプチャーボードを紹介していく前に、どうやっておすすめのものを選んでいったのか3つの基準を解説していこうと思います。ちなみにキャプチャーボードとは何なのかわからない、パススルー出力などのキャプチャーボードの専門用語がよくわからないという人は、初心者向けにキャプチャーボードを選ぶ時のポイントを解説した動画を作成しており、その中で詳しく解説しているので、説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。キャプチャーボードの初歩的なことを理解できたという前提で解説していきますが、まず1つ目の基準は、当たり前ですが OBS での遅延がトップクラスで少ないものの中から厳選しています。 OBS に映った映像を見ながら音声を聞きながらゲームがプレイできるギリギリの遅延としては、自分の実際の経験から言わせてもらうと約 0.1 秒というのが限界となっています。これ以上の遅延になるとまともにゲームがプレイできないので、最低でもこれよりも少ない遅延になっている製品の中から選んでいます。ただ約 0.1 秒の遅延というのは RPG ゲームのような動きが少ないゲームをプレイする場合にギリギリプレイできるという基準になるので、 FPS ゲームのような動きが速いゲームをプレイする場合は遅延が気になってしまうことが多いんですよね。またスマホゲームの映像を映したいのであれば、キャプチャーボードとスマホの間に HDMI 変換ケーブルを接続する必要がありますが、これを接続することで若干遅延時間が伸びてしまいます。例えば iPhone を使用するならば Apple 純正品のライトニングデジタル AV アダプターを推奨しているのですが、これを接続すると約 0.01 秒ほど遅延時間が増えてしまうんですよね。となると遅延時間が約 0.1 秒に近い製品だと、状況によってはそれを超えてしまう可能性があるので、今回は OBS の遅延が約 0.07 秒という実際に使用してきた製品の中で最も遅延が少ない製品を3つ厳選してきました。約 0.07 秒という遅延ならば FPS ゲームのような動きが速いゲームをプレイする場合でも快適にプレイができますし、スマホゲームをプレイする場合もよっぽど性能が低い HDMI 変換ケーブルを使用しない限りは快適にプレイできる遅延の少なさとなっているので、参考にしてみてください。次に2つ目の基準は、キャプチャーボードには外付け型と内蔵型の2種類があるのですが、内蔵型のキャプチャーボードはある程度 PC の知識がないと扱いが難しいので、今回は初心者におすすめな外付けキャプチャーボードの中から選択しています。あと内蔵型のキャプチャーボードは 4K60fps でキャプチャーソフトに映像を映せるような性能が高いものが多いんですが、ゲーム実況を行う場合は 1080p60fps くらいの画質があれば十分ですし、それくらいの画質ならば外付け型で十分なので、初心者の方は外付け型を購入することをお勧めしています。最後に3つ目の基準は、実際に使用してみて問題なく使用できたものの中から選択しています。自分は25台以上のキャプチャーボードを実際に使用した経験があるのですが、製品情報ページのスペック一覧を見る限りでは、これは性能が高くて使えそうと思って購入したのに、実際に使ってみると映像が乱れたり、映像の緩みがおかしかったり、時間が経つと徐々に音声がずれたりするなどの症状が出てしまう製品があったので、高いお金を支払って買った製品がこの程度の性能かよとか、これを買うの失敗だったなと何度も思ったことがあります。こんな悲しい思いをするのは自分だけで済むように、自分がこれまでに実際に使用してきたキャプチャーボードの中で、これは使える、本当におすすめだと思った製品だけを3つ厳選しているので、安心してもらえたらと思います。
また実際に使った経験や使い方をまとめたレビュー動画も別に作成しているので、より詳細な情報が気になる場合は説明欄の動画リンクからチェックしてもらえたらと思います。それでは自分が本気でおすすめする OBS の遅延が少ないキャプチャーボードを確認していきましょう。OBS の遅延が少ないキャプチャーボード1つ目は AVAmedia の BU113 というキャプチャーボードです。この製品は 4K30fps や 1080p60fps の HDR 映像をキャプチャーソフトに移すことができるようになっており、Windows や Mac の両方に対応しています。ただ OBS に映像を映したい場合は HDR に対応していないので注意してください。ちなみにこの製品は遅延のない映像をモニターに映し出すことができるパススルー出力ができなくなっているので、こちらのようにカメラ用のキャプチャーボードとして販売されていますが、 HDMI 分配器を使用した遅延のない映像と OBS に映った若干の遅延がある映像、この2つの映像を比べてみると、この動画のように約 0.07 秒という遅延になっていました。そのため OBS に映った映像を見ながら音声を聞きながらゲームをプレイできるだけの性能があるっていうことで、カメラ用のキャプチャーボードでありながらゲーム実況用としても使える製品であると自信を持ってお勧めしています。ちなみに画質が気になる人もいると思うので、 PS5 のゲーム内ムービーを 1080p60fps で録画してみた映像を再生してみたいと思います。実際に確認してみると分かりますが、動きが激しいところも乱れることなく綺麗に録画することができていますし、音声がおかしいところもありません。また他のキャプチャーボードと映像を比べてみても色味がおかしいということもなかったので、非常にいい性能をしています。このように遅延が少なくて性能が非常にいい製品となっていますし、この後に紹介する2つの製品と比べて圧倒的に値段も安くなっているので、非常にコスパがいい製品となっています。ただ最初にも言ったようにパススルー出力ができない製品となっているので、パススルー出力をやりたいと考えているのであれば注意してください。この製品が気になる人は説明欄の製品リンクから情報をチェックしてもらうのはもちろん、ここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、こちらも合わせてチェックしてみてください。OBS の遅延が少ないキャプチャーボード2つ目はエルガトの HD60S プラスというキャプチャーボードです。この製品は 4K30fps、1080p60fps の HDR 映像をキャプチャーソフトに映せるようになっており、Windows と Mac の両方に対応しています。ただ HDR キャプチャーは Windows のみ対応となっていますし、 OBS の場合は HDR に対応していないので注意してください。ちなみにこの HD60S プラスはパススルー出力ができるようになっているので、遅延のない映像を見ながらプレイできるようになっています。後からパススルー出力用のゲーム専用モニターを購入したいと考えているのであれば非常におすすめです。さらに OBS に映る映像の遅延は約 0.07 秒という少ない遅延になっているので、 OBS で設定した BGM を聞いたり Discord の通話音声を聞きながらプレイすることも可能です。ちなみに画質が気になる人もいると思うので、 PS5 のゲーム内ムービーを 1080p60fps で録画してみた映像を再生してみたいと思います。実際に確認してみると分かりますが、動きが激しいところも乱れることなく綺麗に録画することができていますし、音声がおかしいところもありません。また他のキャプチャーボードと映像を比べてみても色味がおかしいということもなかったので、非常にいい性能をしています。このように遅延が少なくてパススルー出力もでき、画質などの性能も非常にいい製品となっていますし、実際に使用するときに余計なソフトを導入する必要もなく、設定方法も非常に簡単というメリットもあるので、初心者は迷ったらこれを買えと他の動画でも言っているくらいに本当にお勧めできる製品となっています。この製品が気になる人は説明欄の製品リンクから情報をチェックしてもらうのはもちろん、ここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、こちらも合わせてチェックしてみてください。OBS の遅延が少ないキャプチャーボード3つ目は AVAmedia の GC553 というキャプチャーボードです。この製品は 4K30fps の HDR、1440p60fps の HDR、1080p120fps の映像をキャプチャーソフトに移せる性能があるので、画質にこだわりたい人向けの製品となっています。
ただ OBS の場合は HDR に対応していないですし、60fps までしか録画や配信を行えないので注意してください。ちなみにこの GC553 もパススルー出力ができるようになっているので、遅延のない映像を見ながらプレイできるようになっています。後からパススルー出力用のゲーム専用モニターを購入したいと考えているのであれば非常におすすめです。さらに OBS に映る映像の遅延は約 0.07 秒という少ない遅延になっているので、 OBS で設定した BGM を聞いたり Discord の通話音声を聞きながらプレイすることも十分可能です。ちなみに画質が気になる人もいると思いますが、実際に PS5 を使用して OBS で 1440p60fps で撮影してみた映像を再生してみたいと思います。ゲーム実況に関しては 1080p60fps でも十分なのですが、 1440p60fps になるとより一層画質を高めることができますし、映像の乱れはなく色味も良く音声がおかしくなることもないので非常に性能が高いです。ちなみにこの GC553 の特徴の一つとしてファンが製品内に内蔵されており、他のキャプチャーボードと比べると冷却性能がかなり優れています。これまで紹介してきた他の2つの製品に関してはもともと発熱しにくかったり放熱性に優れた素材が使用されていますが、ある程度は風通しのいいところで使用しないと発熱による性能低下や故障のリスクが少し残るような感じになっていました。ただ GC553 に関しては空気がよどんでいるようなところで使用する場合でも内蔵されたファンが回転することで空気を循環させて放熱性を高めているので、発熱による性能低下や故障のリスクがより低くなっています。これほど冷却性能に力を入れているキャプチャーボードはかなり少ないので、長期的に使用することを考えると非常におすすめです。あと付属としてパワーディレクター15 for AVaMedia という動画編集ソフトが無料で使用できるのも魅力となっています。ちなみにパワーディレクターとは国内販売シェアナンバーワンの動画編集ソフトとなっていて、自分はパワーディレクター365というエディションを使用して動画作成をしています。今回付属されているのはパワーディレクター15ということなので、過去バージョンのパワーディレクターですが、本来であれば有料の動画編集ソフトを無料で利用できますし、カット編集や字幕入れといった編集ができるようになっているので、ゲーム実況動画も簡単に作成することが可能です。ただパワーディレクター15は Windows を使用している人しか使えなくなっているので Mac ユーザーの人は注意してください。このように遅延が少なくてパススルー出力もでき、画質などの性能も非常にいい製品となっているので、画質や品質を重視するのであればこの製品を購入するのがおすすめとなっています。この製品が気になる人は説明欄の製品リンクから情報をチェックしてもらうのはもちろん、ここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、こちらも合わせてチェックしてみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じでキャプチャーボードに関する情報や録画や配信に使用する機材やソフトの使い方、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。